縦断も12日目になりまして、もうベトナムは縦断終わってるんですけど、今ですね、旅行会社に来てました。旅行会社に来て何をしたかっていうと、明日ハローワンのツアーに行きたいんで、ハローワンのツアーをですね、お願いしてました。ハノイから行ける世界遺産として有名なハローワンですけど、ここから3時間ぐらいかかるんで、自分で行くのは結構、行こうと思えばバイクで行けますけど、厳しいと思うんで、ちょっとツアーを頼みました。で、前からですね、僕インターネットでツアーを申し込んでたのに全く返信が来ないんで、もうしょうがないからこの場所まで来たって感じですね。この現地まで来たんですけど、新ツアーっていうですね、ツアー会社がすごい有名なんですけど、来てみたら新ツアーがあっちこっちあってですね、なんか軽く調べたら新ツアーが人気になりすぎたから偽物が林立してる状態で、しかもコロナで潰れたり残ったりしてるから、僕が予約したホームページの会社もなんかもしかしたらなくなってるかもしれないみたいな、そんな感じでした。いやー、でもですね、明日行きたいんだけど大丈夫って話したら、全く問題なく、予約はできたんで大丈夫です。で、僕はこれからどこに行こうかと思ってるかと言いますと、ちょっとまた別の世界遺産に行こうと思ってます。ハノイから行ける世界遺産いくつかあるんですけど、3つかなあるんですけど、今行こうとしてるのはチャンアンの複合遺産っていうものですね。そこに行こうと思ってます。で、チャンアンの、景観関連遺産、正しくはそう呼びます。チャンアンっていう、ここからですね、南に100キロぐらい下ったところにある、なんか陸の競輪って呼ばれてるようなすごい地形のある場所です。あとはホアルっていう首都がハノイになる前に、首都だった、場所があるんですけど、そこも一緒に世界遺産になってるはずなんで、そこに向かいます。で、これからですね、バイクで96キロ、ハノイからほとんどまっすぐ南に下ります。で、2時間16分かかるってなってますね。実は車だと30分ぐらい早く着けるそうなんですよ。なんでかっていうと高速道路使うんですけど、でもですね、ベトナムってバイクで高速道路乗っちゃいけないんだそうです。だから下道を行くんですけど、その関係で30分ほど余計に時間がかかります。というわけで、多分ここら辺になんか有名な本屋さんがいくつかあるんで、それを食べてから世界遺産チャーンに向かって、行こうと思います。すごい美味しそうな本屋さんが Google マップでも評価が高かったんで入ろうと思います。いや、すごいです。あそこにメニュー表あるんですけど、頼んでもないのにもうすぐにこのフォーガーがすぐ出てきました。お店の名前の通りです。早速食べてみます。すごい蒸した鶏肉ですね。めちゃくちゃ鶏ガラ優しい味ですね。ハノイの旧市街ですけど、至る所にフォーのお店がありまして、なんかすごいことだったんですね。でも考えてみたら日本の繁華街のラーメン屋ばっかりかと思うと納得っちゃ納得なんですけど、でも日本のラーメン屋よりも全然フォーのある量が多い気がします。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。本当
と鶏ガラになんかちょっと軽く味の素ではないんですけど、ちょっとああいう中華だしみたいなの少し加えたのかなっていう。でも全体的に味すごい薄めで、油っ気もあんまなくて、めちゃくちゃ優しくて美味しいです。美味しい。先ほどの新ツアーの徒歩1分ぐらいのところにこんなのありました。じゃあこれ食べてチャンアンに向かいます。ベトナムの古都ホアルーに来ました。やっぱ2時間かかりましたね。やっと来たっていう思いもありつつですね、そんなことより目がすごく痛くて、やっぱベトナムの道路、砂利とか砂ぼこりとか、あと排ガスがすごくて目がめちゃくちゃ痛いです。持ってるならサングラスとかかけてくるべきですね。ホアルって都市の前まで来たんですけど、どっかにバイク止めたいなと思って、目の前にある観光地っぽいお店にバイク止めちゃいました。さっき食べたハノイのフォーがすごい有名なフォーで、ハノイ中心地で30万ドンなのに、ここで頼むと45万ドンするという明らかな観光地価格なんですけれども、もう何よりもですね、パワープラグ、パワープラグってコンセントを貸してくれるんで、めちゃくちゃありがたいですね。ここまでずっとスマホのナビで来たんですけれども、買ったばかりのスマホなのにもう電池がやっぱ半分ぐらいになっちゃったんで、こういうところに入ってコンセント貸してもらわないと続かないかなと思います。ちょっとフォーを食べてからいただきます。いろいろ観光したいと思います。でもすごいですね。僕は今このニンビン省のチャンアンの景観関連遺産だから、ニンビン省チャンアン景観関連遺産ってところに来てるんですけど、ホアルもその一部ですが、めちゃくちゃ綺麗です。例えばそこの岩の山とか、ここら辺はなんか中国の桂林みたいな感じだけどに似てるっていうことで、陸の桂林と呼ばれているらしいですが、確かにここら辺に来たらいきなり景観が綺麗になります。世界的にも珍しいカルスト山地みたいになっているけれども、確かに自然が好きな人にとってはすごいいい場所ですね。いただきます。美味しいですね。すごい風光明媚なとこですね。一応これがホアルーの首都だった遺跡だそうです。ただここら辺にあるものも当時のものはほとんどもう残ってないそうですけどね、その後の時代に作ったものが残っているそうです。何でも水中にまつわる伝説があるそうなんで、ああやって
水銃を置いて一緒に記念写真を撮って、ついでにお金も取られるというシステムになってるそうです。ホールに来ました。といってもなんか別にあんま遺跡があるような感じじゃないですね。ウィキペディアずっと見てたんですけど、968年にここでベトナムとして初めて独立した王朝ができたそうです。帝朝っていう名前の王朝なんですけど、でもまあ10年ぐらいで帝朝っていうのは潰れちゃって、次に出てくるのが霊朝。まあ霊朝って言っても前霊朝っていう前と後の前霊朝なんですけど、まあでもそれも30年ぐらいで潰れちゃうという形で、非常に短命な政権が2つ、政権じゃないか、短命な王朝が2つ、ここを首都に定めてたそうです。968年から1010年って書いてあったので、まあ本当に短いですよね。42年か。でその後は僕が一昨日見に行っていたあそこですね、タンロン城、この前世界遺産になってるの見に行きましたけど、あそこに、李朝が政権を移して、政権じゃないや、都を移して、それ以降はずっとハノイが首都という形になります。タンロンはハノイの昔の呼び方ですね。ただグエン朝ができちゃってから1802年から1945年までは、これもまた僕が先週言ってた世界遺産のフエ、そこがこっちがエントリーでこっちがエグジットってなんか決まりあるんですね。まあすいません、フエが首都になっていたという形ですね。で1945年9月以降は、ハノイが首都にまた戻ったという形になります。なんかこうして考えてみると、ベトナム縦断の旅が、僕の場合はなんかベトナムの首都を巡る旅みたいになっちゃってますけれども、まあでもここがその40年ぐらいとはいえベトナムで一番最初の首都だったことには違いないそうです。ベトナムはやっぱり歴史の初めの方は中国の王朝漢とかが支配してた地域が多いから、やっぱりベトナムの人にとってはこのホアルはすごい大事な場所なんでしょうね。ドラゴンベッド、国宝って書いてありますね。ちょっと違います。こちらですね。写真禁止って書いてあるので一回聞いてます。さっき日本語喋ってるガイドさんがいたんでちょっと聞いちゃいましたけど、ここに残ってるものの大半は李朝時代のものだそうです。ただこんなのもありますね。帝朝の国母、わかんないですけど、国の記念碑みたいのがあります。僕がさっき言った帝朝っていうベトナム最初の王朝の帝朝の帝はこの字ですね。ただ帝朝も短命だし、前霊朝も短命だから、しかもなんか結構混乱の中に生まれて混乱の中に消えてっちゃったみたいな感じだったんで、そんなにいろんなものが残ってないっていうのはしょうがないですね。ちょっと他のところもぶらっと歩いてみますけれども、多分ここ遺跡発掘したらいろいろまだ残ってんでしょうね。ただなんか広大に何もない草原地帯みたいにはなっちゃってます、今のところは。
こはキングテンプルと書いてあるので、王様の菩提寺だったっていうことでしょうかね。Nếu mà mày đã bỏ tiền ra mày xây nhà ấy thì mày bảo thẳng 綺麗な thầu thợ xây ấy. 法廷の乗る車 Mày で không すね。 cần nói chuyện với ông bà với thằng この Nam. 中も撮影禁止になってる。ちょっと閉 Em じ bỏ ます tiền 一 cho 回。 em xây nhà thì anh xây. ホール意外とこんなもんですね。もったいないですね。なんかすごい歴史のなんか一番大事な重要なポイントの場所だと思うんですけれども、あんまり観光地としては整備されているような感じもなく、建物もさっきの寺が2つぐらいですね。で一番最初に見た向こうの寺の方はあそこに、昔の初代皇帝のお墓だそうですね。だからああいうものだけはまだ残ってるって感じですけども、帝朝のものも霊朝のものもほとんど残ってないですね。ちょっとそれが残念です。滅ぼされちゃったので当然ながらいろんなもの残ってないのはしょうがないんですけど、それにしても何も残ってないんだなっていう感じですね。ここからそのチャンアンの景観で有名な場所まではバイクで10分以内ぐらいなんで、そっちに向かいます。